はい、皆さんこんにちは、小島秀夫です。秀夫チューブ第2回始まりました。第2回のゲストは矢野健二さんです。よろしくお願いします。第2回ですよ。はい、第2回です。はい、で、前回があれですよね、2月の11日に、配信しまして、はい、チャンネル登録者数がなんと、はい、10万人超えました。はい、銀のボタンということで、ですね、ありがとうございます。10万人を超えましたんで、第2回が始まるということになりましたんで、で1回目の視聴者数が、38万7970人というところで、もうちょっとで40万人ということで、40万人の方がこの僕らのねつまらない食べりを自分で言わないいや映画にあふれるですね秀夫チューブを見ていただけたということで、そうですね、次はまあ100万人登録ですかね。金のボタンでしたっけ？金のボタン。金のボタンってあるんですか、本当に？わからないです。見たことないです。見たことない。プラチナのボタンっていうのもあるんです。ないですか？知りませんけど。知らないですね。さらにこの企画をいろんなことができるようにですね、皆さんそうですね。今日初めて見た登録をしていただければ、まあこの辺ですかね。10万人が20万人、30万人、40万人、100万人となると毎週できるかも。ね。知らないです。実はですね、この間の結果ちょっとツイッターでアンケート登録したんですよ。どれぐらいの頻度で更新したらいいですか。で当然ユーザーの方も分かってるんで毎週はないやろっていうんで、一番多かったのは隔週とできた時いつでもいいですよと、そういう結構心広いですね、優しい方が多いんで。ということで今のところできた時ということで、でも結果的には隔週にしたいなと思っておりますんで、まあぜひ登録の方していただければと思います。はい。2月の11日にこれ公開されましたけども、公開後もう約1ヶ月経つんですけど、公開収録後にまあ世界のスタジオ周りを1月ぐらいですか？そうです。1月にアメリカとヨーロッパ行きまして、この間もまあダイスがあったんでロスとラスベガス回ったんですよね。でまあコジプロをまあ今立ち上げてる時なんですけど、まあコンセプトとしては小さなチームで大きなゲームを作ると、しかもとんがったゲームを作ろうということで、まあその指標みたいなのを参考にしたいなということで、まあ一番大きかったのは最先端のテクノロジーとかツールとかのを見たかったっていうのと、あと各スタジオのその規模もありますし、環境ですよね。やっぱりそのスタッフがクリエイティビティを発揮できる環境づくりと非常に重要で、まあ一番重要なのは人なんですけどね、人とテクノロジーとその環境の3つが揃わないといいものできないんで、まあその参考にということで、まあこれからもちょっとヨーロッパとかも回りたいと思いますけどね。で今その2ヶ月前にコジプロできたんで、まだ準備段階なんですけど、スタッフを集めながら建物を決めて、開発環境もまあ構想を練って企画してっていうのを同時にやろうとしてるので、非常にまあ忙しいんですけど。忙しいですね。その合間に秀中ですもんね。そうですね。なんでまあ毎週は無理かもしれませんけど、その間に映画見ないといけない。矢野さんはずっと映画見てるみたいな。いやいやそんなことないですよ。ちゃんと働いてますから大丈夫です。はい。支えてくれた人たちがいるので、まあゲーム業界の人も当然ですけど、まあ特には僕映画好きなんで映画関係の人も多いので、まあ近況報告と独立の報告と、まあその意見交換みたいなのをまあしてきたと、まあ現在もその過程にあるというところですね。非常に皆さん優しくしてくれてですね、本当に嬉しいですけど。ダイスアワード、ラスベガスで受賞されて、ラスベガスで授賞式も出られて、フォーロー・オブ・フェイムっていうまあ殿堂入りなんですけど、まあすごくありがたいんですけどね、殿堂入りとかライフタイムアチーブメントってやっぱりまあその業界で貢献した人がもらうんですけど、なんとなく引退宣言みたいな、まあ厚労省でまあありがとうございました、お疲れ様でしたみたいな。嬉しいんですけど、僕はもう死ぬまで現役でいたいので、そこはちょっとこうね複雑な気持ちではありますけど、もらいたくてもなかなかもらえないそうですね。ありがたいですよ。デッドロー監督がプレゼンターで非常に素晴らしいスピーチを、素晴らしいスピーチでしたね。スタンディングオベーションだったんで。第88回アカデミー賞発表になりましたが、率直な感想はどうですか？マッドマックスがですね V6 V8 じゃなかったですけど、でも V6 なんで
もう嬉しいですね。まあ本当なら作品賞とか、まあ監督賞ノミネートされてなかったと思いますけど、もう全部あげていただきたいと。ね。で今すごい公開されてますよ。まだ映画館で公開されてるみたいなんで、僕もまた行きますよ。行きますか。何回目ですか？今度行くと14回目ですね。僕映画館では10回目ですけど、飛行機行き帰り2回とブルーレイ2回見てますんで14、15回目並びますねにはなりますけど、あと2、3回見たいですそうですよね。まあ僕の中ではアカデミー賞ですよ、間違いなく。いや間違いなく。で作品賞はスポットライトでしたね。まだ見てないですけど、まあこれは取るかなと僕一番下馬評で高かったそうですかですね。でレベナント、デカプリオさん、レオ様が撮ってよかったですね。これ僕見ましたけどもうおすすめです。イニャリト、まあメキシコの監督ね。で撮影賞もあれレベナント3年連続なんで、あの人撮影してくれへんのなゲームのとかでレベナントも非常に面白い映画なんで4月公開だと思いますけど、TPP みたいなんですよ。あ、そうなんですか。復讐のためでしょ。まあ詳しくはまだ言えませんけど、デカプリオがクマに襲われてですね、ここのシーンがすごいんですけど、長回しで襲われてからまあボコボコにされてほったらかしにされるまでのワンカットですよ。どうやって撮ったかも7、8分ぐらいあるってことですか。もうすごいですね。まあでボロボロにされて、もうズタボロですよ。背骨とかもやられて、これで動けないんでこう板に乗せられて連れていかれるんですけど、雪山で遭難しそうになって置いていきましょうかみたいなことで、まあそれで見捨てられて、で復讐なんですけど、2、30分匍匐前進だけじゃないですか。病院みたいなもんじゃないですか。キプロスの病院。そんな映画ですか。マーシャンあるじゃないですか、リドリー・スコットの。オデッセイ。オデッセイっていうのは、まああれもサバイバルじゃないですか。火星に残されて、これで一人やけどすごいポジティブでしょ。そうですね。うんこでね、畑耕したり、で地球にいるやつらと一生懸命こうコミュニケーション取って、すごい明るくてポジティブじゃないですか。これ帰ってきてやったーっていう感動の喜びの涙があるじゃないですか。レベナントは違いますね。生きるのはこんなに辛い、痛い、寒い、辛い、苦しい、悲しい、孤独。そんな要素しかないんですか。だから復讐のために生きようとするんだけど、生きることがやっぱりすごい寒い中で寒い、痛い、お腹すくとか、延々それです。それをやってると。だから真っ向から復讐を描いてるんで、ちょっと今までにない。じゃあある意味そのオデッセイとは対極の。そうですね。両方ともサバイバルの映画ですけど全然違う感じですね。まあ撮影がすごいんで、ちょっと長回しが多いですね。で広角のレンズでどうやって撮ったかばっかり考えてしまうんであれですけど、まあ撮りましたね。これはねぜひ見たいですね。あとはサウルの息子が撮りましたし、モリコーネも撮りましたしね。ですよね。でスペクターも撮りましたし。あとあれです、長編アニメーション賞インサイドヘッドですよ。これ全く文句ないですけどね。羊のショーンですね。羊のショーン、そうです。羊のショーンももうすぐ28分の長編がありますから。28分とテレビシリーズのセレクションが何本かみたいなやつですよね。アカデミー賞ね。まあマッドマックス良かったですね。良かったですね。本当に。なんかね、マッドマックスがアカデミー賞取ってびっくりしてる人がいるんですけど、何を言うとるんですかね。当たり前じゃないですかね。もうあらゆる賞を全部あげるべきですよ。はい、それでは今回はですね、3月12日公開の映画2本を紹介したいと思います。映画コーナー映画コーナー、まず1本目はマジカルガール。マジカルガール、これスペインの映画ですね。で3月12日から公開ですけど、監督さんがですねカルロス・ベルムトさん、この間日本に来られてたらしいんですけど、これ1本目ですよ。劇場公開は初めてですよね。まあ日本びいきの方で、そういうギミックがいっぱいある映画ですけど、一言で言うとですね、なんでしょうね、マジカルガールっていうタイトルで、ビジュアルに騙されたらえらい目に遭いますよね。なんでしょうね、フィルムノワール、ファム・ワタールとも言い切れないじゃないですか。色使いとは全然違いますよね。三部構成
でしたよね。世界っていうのと悪魔っていうと肉で、3組の人物が絡み合う話ですよね。で、撮影の手法が結構面白くて、フィックスカメラは固定真横真上ですよね。スクリーンサイズがすごくだから絵が決まってるんですけど、ほとんどカメラワークがないですね。フォローをちょっとしたりしますけど、すごい絵作り綺麗で、それでトーンもまあなんて言うんでしょうね、ノワールに見えないですね。見えないですね。でまあ冒頭お話ししますと、女の子が T シャツ着て踊ってます。鏡に向かって全身が映る鏡ですね。なんかおもちゃの魔法少女が持ってるスティックみたいな変わるもののなんかこうひまわりみたいなので踊ってますと。で鏡越しに彼女の部屋が映ってて、漫画本みたいなのいっぱい刺さってるんですよね。まあオタクなんですよね。そうです。で魔法少女ユキコのテーマっていう架空の日本の魔法少女アニメがある。で歌ってるのが永山陽子さんですね。昔のサラサラという曲ですね。で日本語ですよね。でこれワンカットですよ。踊ってます。で女の子の髪型もちょっとこれうまいんですよ。ショートヘアであの時代の女の子結構嫌う髪型の、これも秘密がありますよね。で踊っててちょっとねクラックラ来てパターンと倒れるんですよ。でそこでもう何の説明もないです。で次のカットでお父さんらしき、そのお父さんらしきルイスっていう人なんだけど、その人が古本屋でなんか文学の本をハエの王国じゃなくて自分が持ってる本を売ろうとするんですよね。売ろうとして5ユーロにしかならへん。ハチノスでね。ノーベル文学賞を取った作家の本でもこれは中身関係ないんやと、5ユーロしかなりませんって言って、ほんでじゃあ売りませんと、量り売りかっていう話で、ほんで帰ってくるっていうことはこのお父さんはお金に困ってると。で職業も何も一切明かされない。ほいで途方に暮れて帰ってくると娘が倒れてるんで救急車を呼びますと。でこっからもうまいところで、病院に行くとまあ娘さんアリシアっていうんですけど、ベッドに寝てて目を覚ましてて、お父さん大丈夫かって話で、看護婦が来て、先生ですよね、女優が来て話がありますと言って廊下にカット移すんですよ。そしたら廊下の端で立ったまま先生が耳打ちするんです、ルイスさんに。で病名も何も言わないです。何にもセリフ聞こえないですもんね、あの時ね。聞こえないんで、もう想像するしかないですよね。でそこも観客は置いてけぼりっていうか想像するだけ、もうそういう手法が延々あって、次のシーンは台所で娘さんアリシアとお父さんルイスがご飯食べてますね、食ってて、ここもうまいんですけどお母さんがいないんですよね。どうやらお母さんいないっていう、その説明ないですよね。ないですね。ハリウッドでいうと必ず横に死んだ人の写真とかありますけど、それないです。でお父さんは仕事の何してるか一切わからない。さっき古本屋で本を売ろうとして、それは売らないっていうから多分本が好きな人、そこまでしかわからないですか。これでご飯食うてたら女の子がタバコ吸うてって言うんですよね。言いますね。これで普通ならタバコなんか吸ったらダメじゃないですか。タバコ渡すんですよね。ゲホゲホしてるってことはなんとなくわかるじゃないですか。もうこの女の子を嫁行くばくもなくて、願いを叶えてあげようっていう、だからそこうまいですよね。これで女の子寝てジントニックを飲みたいって言って、まあジンだけあるっていうことを飲んだんですよ。で次のカットで女の子がもう寝入ってて、ふと見ると秘密のなんか手帳、夢を叶える手帳みたいなのがあって3つ書いてあるんですね。1、誰かに変身したい。で2が魔法少女ユキコのコスチュームを着て欲しいっていうのと、もう1個が13歳になりたいっていうことは今12歳でもう慣れないことが分かってる。でそういう風な描き方を延々していく監督で、ここまでは結構普通なドラマですよね。まあちょっといわゆるね、言葉で言う難病ものなのかなって思いますけどね。でお父さんはまだ職業も分かりませんけど貧乏でお母さんいない。で娘が死にかけてるんで、それで何て言うんでしょうね、願いを叶えてあげたいんですけど、服を買ってあげようとするんですよ。で魔法少女ユキコのその娘が欲しがっていたとネットで調べると日本のサイトに当たって90万円で出るんですよ。一点物のね。で90万円をユーロ換算したら7000ユーロになって到底買われへんっていうことで、友達と相談に行く時に覚えてますかね、ラジオがかかるんですよ。ラジオは手紙を読みますね、ラジオで DJ が。
でそれがアリシアちゃんっていう女の子がお父さんに宛てた手紙で、その時に白血病にかかってるっていうのが分かるんですよ。だからもうすごいうまいじゃないですか。これで友達のところに行きました、女友達のところ行ってお金貸してくれたら私も結構きついのよって、でそのスペインがすごいこう今もそうですけど不景気でどんどん仕事がなくなってるっていうのが分かってくるんですよね。でその時もまだ仕事が何なのか分からない。で友達に電話かけまくる時に分かるんですね。面接は受けてるけど通ってない。あ、この人無職なんや。失業してるんだ。だから本売ろうとしてたんや。ほんで娘さんが難病にかかってて嫁行くばくもないっていうのが分かってきて、それで夢を叶えたいけど何千ユーロがないというので、ちょっと時間前後したりしますけど、歩いてたらジグソーパズルがおって、これ結構ヒントなんですけど、ジグソーパズルを拾ったところをふと見ると宝石屋なんですよね。宝石屋のウィンドウがあって、そこになんかネックレスとかいっぱい売ってて、それを取りに行こうとするんですよね。で夜どうしようもなくなったお父さんがですね、ルイスさんがそこの宝石屋の前に電車がバス乗って夜中にそこのウィンドウのとこ行って、その辺に落ちてるなんかレンガみたいなで割ろうとしたら上からゲロが降ってくる。これが第一章です。一章です。これ以上どうしましょう。そのゲロを言うとね、ゲロを発した女の子がバルバラっていうね、これが2章の主人公になる綺麗な女の人ですね。どこまで行っていいですかね。ここまでじゃないですかね。バルバラ登場までじゃないですかね。Papá, ¿estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. Hoy, porque se la dedica a su padre y porque es una niña enferma de leucemia. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere, pero ya sabes cuál es mi situación. Perdona, hay un baño en el pasillo. Lo siento. Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Necesito dinero. Tenía que asegurarme de que estabas bien. No quiero salir mañana porque tengo miedo de volver a ver a Bárbara. La niña de fuego te llama la gente. ¿Qué más quieres, Bárbara? Y te están dejando que mueras. Necesito más dinero. Es un hijo de puta. Ay, niña. Era el ángel de la guarda.そんで情報の出し方が非常にうまいんで、前半のとこちょっと言いましたけど、後半もっとあります。見せない演出、想像させるね。一切説明しませんよね。説明しないですね。ある種マッドマックスに近いですよね。ああ、そうですね。セリフで言ったとしても最初から言わないですもん。私はこういう職業でこういう人間ですっていうのがハリウッドとは前提としてあって感情移入させますけど、それをずっとこう小出しに出していくことでつなぐっていうか非常にうまい。うまいですね。この人次どうなんですかね。これはね、まだ1980年前かなんかなんです。まだ30代ですもんね。ムカつきましたね。ちょっとこの人はつばつけましょうか。この人でもカルロス・ベルムトさん。見てますか、カルロス。マジカルガール、ぜひ。いや、これ素晴らしいです、本当に。はい。でもう一本あるんですね。2本目。エスコバル。楽園の掟と。ですね。これは僕は全く見てないです。これパブロ・エスコバルって麻薬王ね、最近で言うとナルコス
僕ちょっと見てないですけど、ネットフリックスでやってるドラマですよね。ナルコスでまあその元になった人ですね。刑務所でまあ全部買収してるかなんかでホテルみたいになってて、刑務所をもう我が物にしちゃってるみたいな。でその同じ人の実際にあった話なんですけど、この映画は刑務所入る前で終わるんですよ。エスコバルのまあ自伝的なもんだと思うじゃないですか。エスコバルにカメラを中心に添えて、一緒にエスコバルと一緒にこう幼少期から麻薬王になっていってどうっていう映画と思いますよね。普通に考えるとね。違うんです。ここがものすごい頭いい。この監督アンドレア・ディ・ステファノさん、イタリア出身のニューヨーク育ちのまあほとんどアメリカ人だと思いますけど、これフランスとスペイン、ベルギー、パナマの合作、まあアメリカ映画じゃないですけど、まあこの人がうまいのはですね、主人公がですねエスコバル出てくるんですけど違うんですよね。ニックさんっていうハンガーゲームで出てたイケメンのお兄ちゃん、仲のいいお兄ちゃんがいて、これカナダ人です。お兄ちゃんがサーファーなんですよ。これでプロかどうかちょっと忘れましたけど、なんか怪我してプロできないんで2人でパラダイスを探してる旅に出てるんですよ。流れ着いたところがコロンビアのものすごいこう波のビッグウェーブ、ビッグウェンズデーのところでお兄ちゃん気に入ってここにしようって言って、でお兄ちゃんがそこに住むっていうからそこの海岸で物を売ったりしてたんです。そこに暮らしてたらニックさんはマリアっていうすごい綺麗なお姉ちゃんと恋に落ちて結婚するんですけど、そのおじさんがたまたまパブロ・エスコバルエスコバル遠くの方にいるんですよ。でニックさんと一緒に行くんです僕ら。エスコバルの家族の一員になったとこから始まるんですけど、距離感があるじゃないですか。もう他人ですからもともとこの距離感で描くから新しいんですよ。もうここから走らないんですよね。でどんどん近づいていくんですけど、最初は彼女のおじなんでいい人なんですよ。お前もニック、お前も家族の一員やって言って、で何の仕事してるか知らんんですけど、その時点ではニックは知らない。よく聞いてみたら、あれおじさんの職業は麻薬売ってんのよって、みたいな、いいじゃないの麻薬ぐらいみたいな、みたいな。でお兄さんもそういうの大嫌いなんで、やめとけやめとけって言うんですけど、どんどんまあ結婚して、どんどん見ていくんです。エスコバルとは何なのか。だから最初はパブロなんですよ。いいおじさんですごい仲良くしてくれて、家族ぐるみの付き合いしてて、で彼の家とかに住みに行くんですけど、そこで裏の仕事とかもどんどん見て、もうねホラーですよ。後半で追われるんです。そのエスコバルからもうむちゃくちゃ怖い。南米のゴッドファーザーと呼ばれた男。国会議員、慈善事業家、世界7位の大富豪。その素顔は。All of you foreigners come here and think that you found paradise. What I see is what is wrong with it. We do charity work for poor communities. Who's we? My uncle. I work for him. Maria is like a daughter to me. Do you love her? Yes, absolutely. How do you make all this money? Cocaine. Most of the money he makes goes to the poor. They love him. Nika Maria will soon be married. You're part of my family. Hi, Nick. Get ready. Pablo wants to see you. ¿Están ustedes dispuestos a cooperar conmigo? Never done anything like this before. We're all making sacrifices, Nico. I miss that life, Maria. Trust me, let's go back there. Where do you think you're going, Nico? No one escapes Pablo Escobar. I have to trust everyone near me. Understand? You're as guilty as I am. I will kill you! There are laws of nature, and once they take control, you have to accept them. 実在の麻薬王をモデルに描く衝撃のクライムアクション。エスコバル、楽園の掟。
だからねタイトルからすると、やっぱりゴッドファーザーみたいな、そうじゃなくて普通に、パラダイスロストっていうことで、旅行者がたまたま出会った女の子のおじさんが麻薬王だったっていう風な語り口調なんで、後半むちゃくちゃサスペンスよ。見つかるああやめてくれみたいな、もう軍隊とかみんな巻き込んでるんで、みんな敵なんですよ。でたった一人ニックさん、そうか、もう素人なんで銃なんか使ってこないの、もう二丁拳銃で撃ってしまえみたいな、弾切れても撃ってるみたいな、あ出たーみたいな、頑張れニックみたいな、血まみれみたいな。パブロさんっていう人と出会って気がついたら麻薬王エスコバルになってて、向こうがその表現の仕方とかもうまいんですよね。結局それが気づくのはニック、つまり我々観客ってことですもんね。同時ですね。うまいです。素晴らしい。むちゃむちゃ怖いですよ。皆殺しですから。皆殺し。すごいですね。よく考えましたね、こんなのね。これもぜひ3月12日。これも3月12日。エスコバル。これぜひ見たいと思います。ということで、で第2回ですかね。そうですね、第2回。ゲームの話が来たのに、またこいつらは映画の話をしとるやないかという方も多いと思いますが、ゲームの話はなかなかまだまだできませんので、立ち上げなんでね。スタッフもいない、建物もない企画を立ててるスタジオどういうふうに作ろうかっていろんなとこ回ってるところなんで、もうちょっとお待ちいただきたいです。それまではエスコバルとマジカルガール見てくれと、マッドマックス見に行こうぜみたいな、あとレベナントもね。次は何すればいいんですかね。本行きましょうかね。ガクンと下がりそうですよ。チャンネル登録してやばいかもしれないです。これチャンネルっていうのはあれなんですよね。登録した後解除もできちゃうってことですよね。解除はやめてほしいですね。お願いしますね。一回人間が決めた以上ね、死ぬまでエスコバルですよね。逃げられないですよ。いや落ちたら家族ですよ、家族。いやいや解除したら楽園の掟が許さないから通報されちゃうわけですよね。ダメですよ、解除はダメです。でみんな仲間になりましょう。そうですね。はい。それと立ち上げ中なので人材募集しておりますので、これ人材はどういった人たちを？やっぱりこうすごいこうシンプルな話になると、一緒にゲーム作りするのは小さいチームなんで、やっぱり情熱のあるっていうかエネルギッシュでお互いこう感化し合えるようなスタッフというより仲間がいいです。仲間。年齢とか性別関係ないんで、人種も関係ないんで。ということで、またチャンネル登録ですかね。最後チャンネル登録ぜひお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。